ビッグデポッドキャスト。Welcome to Big Day Podcast。今日はかなり違いますね。いつもとロケーションが違うと思うんですが、某ホテルいずらさんと来ておりますので、最近話題のというか、我々にとっては、話題ですね。ボディビルの賞金増額ということで、ついにアーノルドクラシック、ミスターオリンピア含め1億円プレイ、1億ドル、これで1億ドルですね。アーノルドクラシックが確か70万で、オリンピアが70万でしょ。1億円ということで、当然、円ってやつよね。円とドルから換算すると、ドルに換算すると、1億、要するに、アーノルドの賞金と、オリンピアの賞金合わせればミリオンを超える。なので、1億円、1億ドルプレイヤーだね、が誕生したということで、ちなみに、俺の、大好きな、そして俺と友達である J も、いろんな、当時のボディビルの、ボディビルのレベルとかね、そのスポンサーの状況とか今とは全く違う。とにかくソーシャルメディアが前面に押し立ててボディビルを変えたと思うんだけれども、その時代から比べるとやっぱり賞金 J とか俺も含めたんだけれども、90年代から2000年代前半にかけてが俺はボディビルの最後の黄金期、彼もそう言ってたけどもゴールデンエラーだと思ってて、そこにいた人は当然それが一番だと思うんで、俺は実際本当にそうボディビルにとっては一番楽しい時代だったと思うんだけれども、賞金に関してだけ言えば今の方が圧倒的に多いということで、J がアーノルドクラシック優勝した時はおそらく1万ドルぐらいだったんじゃないだろうか。だから今の7分の1とかだったと思うんだよね。で、その前当然アーノルドの時代はもっと低かったということで、ボディビルで、プロでお金を稼ぐっていうのは賞金じゃなくて、スポンサーシップだね、いわゆる。それとか当然ゲストボールであるとか、それにつながる、いろいろなセミナーであるとかね、それによってプロボディビルダーとして生計を立ててきたわけだけれども、それから考えると賞金だけで今はね、例えば先日の、アンドリ・ジャックとかはこれだけで要するに生計を立てられるスポーツになったので、とりあえずまずはそれは喜ぶべきこと、それに伴ってボディビルでの関連の企業だね、サプリメントであるとか洋服であるとか、それらの企業がどんどん参入してきてお金を落としていってくれると。で、それを観戦する人もどんどんお金を落としていってくれるということで、企業としてどんどん成長している。企業でスポーツとしてもう成熟を迎えつつあるということで、これは非常に喜ばしいことで、健全だよね。これがずっと昔から同じ状態だったら困るわけなので、まず何が起こっているかというと、ボディビル競技はボディビルっていうけどボディビルだけじゃない。男子とボディビルの、男子と女子のボディビルプラスメンズクラシックフィジークね、今俺が一番ボディビル界に貢献している、競技だったカテゴリーだと思うけれども、メンズクラシックフィジーク、そしてメンズフィジーク、これも非常に大きなクラスだよね。この男子に関してはメンズボディビル、そしてメンズクラシックフィジーク、メンズフィジーク、この3つが大きな団体。それに、212、212ポンド以下。そして、男子はそれだけか。女子に関して言えば、女子ボディビル、そしてフィギュア、ウィメンズフィジーク、そしてビキニ、そしてフィットネス、ウェルネスと、そして今新しい最新のカテゴリー、フィットモデルということでね、女子の方がカテゴリー数が多いけれども、当然カテゴリー数が多ければ何が起こるかというと、選手の数も多くなる。そして選手の数が多くなって何が起こるかというと、観客の数も多くなるということで、特にアマチュアのショー行くと、昔はね、ボディビルだけだったからすぐ終わったの。もう朝ちょっとやって夜ちょっとやって終わりということで、やってる方も見てる方も非常に短かったから負担が少ないと大変だけど、あと安かったのか、入るチケットも、それの高校とかでやってね、何十ドルということで入れたんだけども、今例えばラスベガスクラシックね、俺の生徒たちも何人も今年11月に出るということになってるけれども、ファイナル夜だけで100ドルとか、朝だったら60ドルとかね、160ドルぐらいかかるわけ。昔は何十ドルだったわけよ。それぐらい値段も上がってるわけだけど、なぜかというと、それ選手いっぱい出てるし、カテゴリーが増えてるから、選手が増えるということは、プロモーターにとってはそれだけ
一個一個出るのに、まあ、選手はお金払ってるわけじゃん。1カテゴリーいくらということで。だから、まあ、我々にとっては俺もプロモーターだけれども、やっぱり選手が多い方がいいわけ。だからボディビルだけだったらこれはビジネスとして成り立たないわけだよね。だからこれは非常に喜ばしいことなんだけれども、やっぱりまあ一部ハードコアなファン層とか、まあプロの昔のプロの選手から言うと、まあ、選手が増えることによってプロが増えすぎてるということで、ね、例えばオリンピアのメンズフィジークとかだと、メンズクラシックフィジークもそうだ、70人ぐらいオリンピア出てくるわけじゃない。その中でちゃんと比較審査してファイナルに進むのがほんで10人とかでしょ。そうなると70から10人、世界のトップ誰でもいいってわけじゃない。世界のトップの70人を10人絞るって、これも本当にね、可能なのっていうか不可能なレベルの作業です。だから当然これ見落とされる選手も出てくるし、オリンピアの実際そのプリジャッジですね、朝のプリジャッジを見に行った人はもうこれ無理でしょうと、全員いいと、ね、いうことが10人トップ10をピックアップしなくちゃいけないんで、そういった見落としということも起こってくるということでね、また今年からそのクオリファイのやり方が変わって、まあ、出てくる選手をもっと振り落とそうということでやってるわけだけど、まあそれはいい方向だ。やっぱり試行錯誤が必要だと思うんだけれども、オリンピアはそういう方向に進んでおります。ということで、まあ結論としては出る選手が多くなることによって、まあ、それに応援する観客も多くなる、そして応援する企業も多くなるということで、これはボディビルにとってはプラスの効果しかないと。で、今何が起こっているかというと、メンズクラシックフィジークに多くの有望なタレントが集まっている。まあオリンピア見に行った人はみんなわかると思うんだけれども、オリンピアはメンズオープン、要するに去年は、ハディチューパンじゃなくて優勝したのはデレクのショーなわけで、他はまあ付随クラスということになる。賞金の額見ても分かります。付随クラスということになるんだけれども、実は今タレントが本当にひしめいているのはメンズクラシックフィジークということで、まあ俺たちの時代からちょっと前の時代でいう本当のボディビルってやっぱメンズクラシックフィジークみたいな形の体した選手が多かったと思うんだけれども、そこのクラスがやっぱり人気あって、これからそこのクラスのやっぱり賞金を増やしていかざるを得ないだろうね。やっぱりオリンピアのプロモーターもメンズオープンの試合だと言っても、やっぱり観客はメンズオープン当然見るよ。だけどそのクラシックフィジークのまあ、クリス・バムセットが大きくしたと言っても過言ではないと思うけれども、彼が YouTube ソーシャルメディアを通じて世間に知らしめたこのメンズクラシックフィジークがこれからミスターオリンピアの原動力になっていって、どんどんお金を、要するに一般にアピールする体、まあ、でかいんだけれども綺麗な体でポージングがうまいということで、見ててやっぱり楽しい。そのメンズクラシックフィジークのおかげと言ったら変だけれども、あとはメンズフィジークね。メンズフィジークも人気ありますけれども、やっぱりボディビルの醍醐味である筋肉を見せると。ね、フリーポーズで見せるということであれば、メンズクラシックボディビルがこれから主流になっていくのかなということで、メンズオープンはモンスターショー。そしてメンズクラシックフィジークは本当に美しさを求めたボディビル。で、メンズフィジークが、ビーチボディと。いうことでね、この3分割が進んでいって、その全てを抑えて、ボディビル、その体を作るショーというのは成り立っていってるのかなということで、ちょっと話がばらけましたけれども、賞金の増額ってそういう理由で起こっております。これからも賞金は増額されていくと思いますということで、何ドルね、稼げる大谷みたいな選手が現れるのかということで、非常に楽しみですね。じゃあ、皆さん、視聴者の皆さんが一番気になっているところだと思うんですけども、日本の視聴者にとって一番関心のことは、じゃあ日本はどうなんだろうというところが一番気になるところなんですけど、山岸さん、アメリカに住んで山岸さんから見て、日本のこのフィットネス、賞金というところはこれからどうなっていくと思いますか？そうですね、東京プロ、ジャパンプロに関しては、世界の中のそういったいわゆる地方のプロ賞だよね。中では賞金は高い方です。平均は何ドルかというと、平均は1万ドルですね。なので、日本円に換算すると、1ドル100円、俺の時代1ドル100円だからね、100万円、今で150万円ぐらいなのかな、賞金1万ドルだと。なので、1万ドルって聞くと100万円って聞くとなんかすごい、150万円ってすごいって感じするけれども、ボディビルやった人は分かると思うけど、お金がすごいかかるんです。裸一丁でできるスポーツなんだけれども、ステージの上ではね、その準備ものすごいお金とものすごい時間かかる。なので150万円が十分な量かと俺はそうではないと思うんだけれども、大体の賞がそれぐらいの賞金、ね、でクオリファイを取ってオリンピアやったら変わってくると。そのクオリファイの賞、地方のプロ賞というのは
中では東京プロとジャパンプロっていうのは賞金高い方に位置してますけどね。で、これから上がってくるのが当然上げていかなくちゃいけないプロポンダーの立場からすると選手に還元するという意味で、俺なんか特に選手、業界に還元したいという思いが多いんだけれども、それをするためにはどうすればいいかというと、とにかくコンテストの収入を上げなくちゃいけない。で、コンテストで金儲けしてるのって思われるかもしれないけども、選手に還元するためには金を儲けないと、お金を儲けないでしょうがないわけでしょ。だからお金を儲けるためには、まずは観客を増やさなくちゃいけない。チケットを買っていただかなくちゃいけないと。だからチケットを買っていただくためのものを準備するということで、選手ね、まずは魅力ある選手が参加してもらう必要があるので、東京プロ、ジャパンプロね、遠いです。で、最もいい選手が多い国ってやっぱりアメリカでしょ、ヨーロッパでしょというところから選手を呼ぶためには、それなりのやっぱりショーを準備しなくちゃいけない。やっぱりジャパンプロ、東京プロ出たら楽しかったというか、もうショーが素晴らしいと、まず運営とね、ショー自体は素晴らしくないと、選手も来ないので、選手が来ないイコール観客にも喜んでもらえない、観客も来ないということになるので、ショーを良くするということに関しては今まで FWJ がやってきたわけだけれども、非常に高評価をいただいているショーで、その流れで選手も来るということでね、全日今年、6月ですね、来月、秀田山シャイルスカイルジャパンクラシックの翌日が東京プロになるけれども、東京プロ、どれぐらいの選手が参加する？東京の選手はね、日本の選手はもうすでにトップ選手が何人か名乗りを上げているけれども、海外の選手がどれぐらい来るのかということは、これ過去のね、FWJ がやってた東京プロはどうだったのか、非常に評価高いです。なので、俺は選手はいろいろ来る。で、時期的にもね、6月っていい時期なんですね。で、ニューヨークプロが先日5月行われて、いわゆるサーキットといって、選手って1個のショー出て何個か出たいわけ。当然、シェイプ作ったのに時間かけてせっかくシェイクを作ったんだから何個か出てオリンピアへの切符を取りたいということをするわけなので、5月ニューヨークプロありました、翌週がピッツバーグありましたということで、そのサーキット、春のサーキットにちょうど組み込まれているので、東京プロいい選手が来ると思いますね。ここで優勝して、ここでポイントを取ってオリンピアに行きたいということで、レベルも自然に上がってくると思います。なので、その賞金どれぐらいなのか分かんないよ。だけどゼニックスが賞金を、ちょっとでもいいので上げてくると、さらに魅力が深まっていい選手が集まる、そして関係が集まるということの流れを期待したいですね。 YouTube では私から一方的に皆さんに情報を伝えるというコンテンツですけれども、それを超えて私と皆さんが共に参加するコミュニティがラスベガス筋肉製作所です。参加方法は簡単。このチャンネルのメンバーシップになるというボタンを押します。メンバーシップになるボタンだね。押してメンバー限定の案内からディスコードへ参加します。レベルは2つ。まず1つ目は研究員。コミュニティに参加して毎日のディスカッションに参加できます。そしてもう一つは主任。月1回の主任会議へ参加して私と直接ディスカッションができます。ノーリミット精神の仲間を待っています。Soft means like a ballet. Torso totally bent, so all you're engaging is the glutes. You're gonna make your glutes hit the wall. So you're gonna come up, squeeze both, and you're gonna drop your body, your whole torso going down. You can either have your legs totally bent or you can have your legs totally straight. Hip thruster, you can go from a Smith machine, you can go from a free barbell, and you can go into a dumbbell. I think the weight you want to pretty much focus on to have, I'll go from 5 days of training to 3 days on, 2 days off. And the set range, since I'm in prep mode, is probably 6. Once you finish having the meal, you can immediately go back to drinking. Because if you don't, your food is sitting in a whole thing of water. And that water has... Hey guys, this is my secret to building excellent glutes.